皆さん、こんにちは。今日のビデオではデータ構造とアルゴリズムでよく使われている重要なソート、クイックソートについてお話しします。皆さん、楽しんで学んでいきましょうね。では、始めましょうね。その前に、まず、ソートとは何だと説明していきましょうね。ソートとはデータをある順番、例えば小順や高順に並べることです。例えば8、3、1、6を相当すると1、3、6、8になります。相当はデータの検索や分析を簡単にするために役立ちます。それでは、クイック相当とは何ですか？クイック相当とは、分析統治法 Divide and Conquer に基づいた相当アルゴリズムです。ピボットという予想を選び、それより小さい値と大きい、また等しい値に分けます。それぞれの部分に対して再帰的にクイック相当を行います。例、5、2、9、1、5として、ピベットのエレメントは5として選んだら、左の側は2、1、右の側は9、5になります。平均計算時間は O(n log n) です。それでは、まず、アルゴリズムの流れについてお話ししましょう。クイックソートの流れは次の通りです。1番、ピボットを選びます。2番は、ピボットより小さいグループと大きいグループに分けます。3番は、それぞれのグループにクイックソートを再帰的に行います。このプロセスを繰り返すことで、配列は完全にソートされます。わかりましたか？それでは、実行例を調べてみましょう。配列として、8、4、7、3、9、1を相当します。ピボットとして4を選びます。ピボットより小さい場合は3と1になります。ピボットより大きい場合は8、7、9に分けます。それぞれを再帰的に相当すると、結果は1、3、4、7、8、9になります。とても簡単ですね。では、Java でのクイック相当の実装を見てみましょう。このコードには主に2つの部分があります。1番はクイック相当のメソッドです。このメソッドは再帰的です。配列を小さな部分に分けて、それぞれを順番に相当していきます。引数として、配列と下、上という2つのテクニックを受け取ります。下の部分は上の部分と小さくなった場合は、まだ相当されていない部分があることを意味します。その時、パーティションメソッドを呼び出して、ピボットの正しい位置を見つけます。その後、左側と右側の部分に配列に対して再帰的にクイック相当を呼び出します。次のメソッドはパーティションのメソッドです。このメソッドは配列数をピボットに基づいて並び替えます。ここでは最後の予想をピボットとして選びます。ピボットより小さい値は左側へ、大きい値は右側へ移動します。そして、ピボットの最終的な位置を返します。
そのプロセスの後で、出力結果の説明はどうなりますか？調べてみましょうね。例えば、配列に8、4、7、3、9、1を入力すると、クイックソートによって処理され、出力は1、3、4、7、8、9になります。これは先ほどの例と一致しており、アルゴリズムの正しく動作していることがわかります。それでは、クイックソートに関する時間の複雑さについて調べてみましょう。クイックソートの時間計算量は次のようになります。再利用の場合、O、N ログ N。平均の場合は O、N ログ N。最悪の場合は O、N2 乗です。それは毎回ピボットが最小または最大の場合です。この最悪のケースを避けるためにランダムまたは中央値にピボットを使うことがあります。それでは次のスライドでクイックソートを他のアルゴリズムと比較してみましょう。バブルソートは遅く、大量データには不向きです。マージソートは安定していますが、メモリを多く使います。クイックソートは高速でメモリ効率が良いですが、安定ではありません。それでは次のスライドでは、クイックソートの使いどころについて学べてみましょう。クイックソートは大量のデータを効率的にソートするのに最適です。Java のアレソートでは、プリミティブ型の配列に対して内部分的にクイックソートが使われています。検索エンジニア、データベース、システムレベルのソフトウェアでも使われています。でも、クイックソートの利点と欠点もあります。まず、利点についてお話ししましょう。クイックソートの利点は、多くのデータに対して高速です。また、メモリ効率が良いです。また、実装が簡単にできます。その意味は、再帰的にプロセスができます。では、欠点は何だと知っていますか？クイックソートの欠点は、最悪の場合は遅いことです。また、安定ではない。同じ値の順番が変わることがあることです。それでは、今日のレッスンのまとめです。まとめとして、クイックソートは多くのアプリケーションで使われている。高速で効率的なソートアルゴリズムです。分割統治法を使っており、プログラミングやシステム設計で広く採用されています。何か質問がありますか？質問があればぜひお答えします。それからぜひコメントしてくださいね。じゃあ、今日のレッスンはここで終わりましょうね。皆さん、クイックソートをよく学んでいきましょうね。今日のビデオの内容は役に立ったと思ったら、ぜひいいね、コメント、またシェアしてくださいね。次回の ABL3 のビデオもよろしくお願いします。バイバイ。